今回は剣術、片手振りのすすめをご紹介したいと思います。この片手振りっていうのは私の中でも昔から重要にしているもので、あまり紹介はしてこなかったんですけど、例えば講習をやってても、特に上段からの正面にねまっすぐに振り下ろす動き、これはやっぱりね人の自然な動きとしては難しいのかもしれません。見ているとこうなったりね、横から見るとかこうなる人意外に多いね。これはおそらく素振りの中で音を頼りに強い音を立てる結果、このような手順の振りになったと思うんですよね。こうではなくて、こうではなくて、音が立つからね。外回り大きく、円の軌道が大きくなって速度が速くなれば音っていうのは、歯の音はね大きくブンというふうになるんですが、それだけが大事っていうことではありませんので、例えば正面切りにね、正面に振っていくときにこういう肩が窮屈になるね、腕を伸ばしてね、音がブンとなるにはこれを大きくするためには腕を長く使うということで、こうね、窮屈になる。じゃあそれを斜めの毛先りで切るときも同じようにやるのかとなると、この人は見たことないんです。だから斜めのときにはやっぱりつかの持ち手はどちらでもいいんですが、じゃあこちらもこうね、行きたがるのはね、やっぱりちょっと改めた方がいいと思うので、そこで片手振りを行うんですよね。最後の方は肘はある程度伸びますよ。完全には伸びませんが、完全に伸ばすと壊れる、痛めるからね。それは腕が覚えるんですね。このぐらいかということでね。で、これをこういう振り方ってまず体はやらないでしょう。両手だったらやってしまうことでも、片手だとこう振る。まずこういうことはやらない。左もそう。これやばいだと体だけど両手だとやってしまうね。それをやらないように片手で負担が少なくビュンと振れる、そこを探ることですね。手の内はじめ、肘関節、手首、関節の、これもある意味関節の連鎖ですよね。それの兼ね合いを探して振り下ろす。実感が答えを導いてくれますのでね、良き実感となる各関節の兼ね合いを探していくことですね、片手振りの中で。そしてそれを両手で持ったときに、毛先切りが入れやすいんですけどね、正面切りであればそのように振り下ろしてあげる。で、素振りをね、なかなか道場に行けない人は家で振りたいけど、天井に当たって素振りができない人は、この場合は座ってやるというんですよね。正座がおすすめでしょうね。正座がきつい人は椅子がいいかもしれません。あぐらはちょっとどうかね。あぐらでもやってみましょうかね。正座でこういうふうに振ってあげる。で、下にクッションが座布団かに置いて、そこを寸止めでギリギリでピタッと止めてあげるんですね。こういうふうに。そうすると手の内の締め方を体が覚えていく。まずこういう振りはやろうとしない。体がそれを選ばなくなるので、こう振ってあげる。こう今振ったらピュッとこの辺で止まる。そしたら両手この時は足が自然とパッと開くね。こうはね、力がね、うまくこう止める力が出にくいので、パッと開くんですね。
これで寸止めで止める。やっぱりね、こうは絶対いかない。腕がここまでいかないので。で、こういう素振りというのは、実際に剣を持たずにね、腕で対実のように、ね、相手と一点接触でずっと何かの力を強く働かせるには、こうした素振りをしないと、やっぱりこの前腕に力がかかるような振りだと、前腕は太くなってたくましくはなるかもしれませんが、手首痛めやすいのと、腱鞘炎とかね、あとはこの一点接触で素手で相手と何かね、こうバッと対決的に崩しをかけるときに、その力の使い方が全然違ってくるので、前腕部の力というよりは体の付け根側ですね、体幹部ですね、その辺を使ってあげる。で、大事なことはやっぱり体の一致でしょうね。ピタッと全てを一致して止める。だから立ってやるよりもしかしたらこれは正座で行った方が稽古としてはいいのかもしれないですね。じゃあちょっとあぐらでやってみますね。正座がねできない人もいるでしょうから、あぐらダメだね、やっぱりね。これだったら椅子の方がまだいいでしょうね。力がね入らない下に全部抜けてますから、これは良くないね。全然違う。この場合は椅子に座ってやられた方がいいでしょうね。はい、いろいろ喋りました。片手振りの、進めとして、励んでみてください。